コンわさビーム。日本語 V ティーチャーのわさびです。2月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので、適当にすっ飛ばしたり巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず、今月の日本のコーナーです。2月は別名、如月と言います。これは、衣、つまり服をさらに着ると書いて、如月と読む言葉が由来だそうです。2月は1年でも一番寒い月だから、たくさん服を着たくなりますよね。今の日本語では、服を何枚も着ることを重ね着と言います。そして、着すぎて太って見えることを着膨れ。反対に、たくさん服を着ても細く見えることを着痩せと言います。2月といえば節分。これは漢字の通り季節を分けるという意味のあるイベントです。昔から季節の変わり目には鬼が出ると言われていて、それを追い払うために豆をまくんです。どうして豆かというと、魔の目、つまり鬼の目に魔を滅するもの、豆をぶつけることで鬼を退治できると考えていたそうです。豆をまくときには、鬼は外、福は内と言いながら豆をまきます。そして豆をまいた後には自分の年にプラス1個の豆を食べます。すると病気をしない丈夫な体になれるんだって。また節分には恵方巻きという巻き寿司を食べます。恵方とはラッキーな方角という意味で、これは毎年変わります。今年は南南東だそうです。今日の夕食は巻き寿司にしませんか？わさびニュース。目指せことわざマスター。今月のことわざはこちら。いり豆に花が咲く。料理の動詞はいろいろありますが、いるもその一つで、火にかけて動かしながら水分が少なくなるまで焼くという意味です。普通、焼いた豆、大豆からは芽は出ませんよね。なのに、そこから芽が出て花が咲く。つまり、このことわざはありえないことが起きる。一度元気がなくなっていたものがもう一度元気になるという意味なんです。実は、このことわざは豆まきに使う福豆の由来になっているそうです。福豆とは豆まきのために使う大豆のことで、このことわざの通りしっかりいった豆を使います。確かに鬼を退治するためにまいた豆から芽が出るのはなんとなく縁起が悪い感じがしますよね。このことわざには枯れ木に花、おいきに花が咲く、埋もれ木に花が咲く、石に花咲くなどバリエーションがあります。シンプルに現実ではありえないことが起こったという例えと、一度ダメになったものがもう一度元気になるからありえないというニュアンスが強いもの。その中でも今までスポットライトが当たらなくて辛い時間が長かったけど、ついに私の時代がやってきたという意味がプラスされているものなど、それぞれ違いがあります。この携帯もう使えないと思っていたけど、充電したら普通に使えるようになった。まるでいり豆に花が咲いたようだ。のように使います。まだまだ寒い日が続くけど、皆さんのところにありえないほどハッピーでラッキーな花が咲きますように。わさびニュース。
来週はバレンタインです。バレンタインといえば、女の人が好きな男の人にチョコレートを送って愛の告白をする日。日本では好きな人と付き合うとき、付き合ってくださいとか言葉で伝えることを大切にする習慣があるって知ってましたか？そこで、それちょっと日本語で言ってみたい。オッケー。今日勉強するフレーズはこちら。相手に伺いを立てる。お誘いをするフレーズです。バレンタインに告白したい人はもちろん、ビジネスなどいろいろな場面で使えます。まず、私が言います。皆さんも一緒に言ってみましょう。1回目はゆっくり、2回目はネイティブのスピードで言います。準備はいいですか？今ちょっといいですか？今ちょっといいですか？少しイントネーションに気をつけてください。ちょっと付き合ってもらえませんか？ちょっと付き合ってもらえませんか？週末遊びに行きませんか？週末遊びに行きませんか？これ実は上級になっても間違える人がいるので、ぜひ覚えてもらいたいフレーズです。もらえませんか？これはもらいませんかじゃないです。可能形を使うと、あなたはできますか？いいですか？という意味になります。ますかを使っても OK ですが、ませんかの方が丁寧な言い方です。何かをお願いするとき、誰かを誘うときは、ませんかがおすすめです。行きませんか？これも同じです。行きましょうかという人がいますが、これは絶対にダメです。ましょうは2つ使い方があります。1つ目は相手を助けるための提案をするときです。例えば、荷物を持ちましょうか？ドアを開けましょうか？こんな感じです。2つ目は、さあ、では今から一緒に何かを始めますという意味です。じゃあ、行きましょうかとか、じゃあ食べましょうか。こんな風に使います。まだ約束をしていない。これから相手を誘いたい時の遊びに行きましょうかは、ニュアンスが違うことがわかりますよね。友達でも恋人でも好きな人だから誘いたいのに、ちょっとした言い間違いで失礼な日本語になってしまう場合があります。今日勉強したことをしっかり覚えて、自然な日本語を使ってみましょう。わさびニュース。皆さん、この漢字見たことありますか？そうですね。林です。では、この漢字はどうですか？そうそう、森ですよね。このように同じ漢字を2つ使って作る漢字のことを力字。3つの場合は頻字様と言います。弱い、競うや品、轟のように有名な漢字や炎のように縦に2つ重ねる漢字もあります。糸という漢字も昔は横に2つ並べて書いていました。2月は恋の季節ですが、昔恋という漢字は糸という漢字の間にゆという漢字を挟んだ蘭と
心を組み合わせた字を使っていました。乱は乱れる、もつれる、もつれを解く、絶え間なく続くという意味があります。なんだか恋の難しさを文字にしたような感じですよね。ちなみに恋も愛も辞書で調べるとどちらもラブですが、この2つはもちろん違う使い方をします。恋はターゲットがある言葉です。私からあなたへ、A から B へです。恋は一瞬でできます。続けることもできます。恋は片思いと似ています。基本的に一方的な思いに使います。愛は相手が目的語、オブジェクトです。愛はたとえ短くても継続的な思いに使います。愛にはいろんな種類があります。これらの漢字を合わせて恋愛と読みます。愛や恋は他の名詞とセットにすることは少ないですが、恋愛は違います。恋愛映画、恋愛感情などいろいろな名詞とセットにして使います。恋愛には恋に近い意味がありますが、告白して恋人になった場合、相手の人と付き合っている状態のことも恋愛と呼ぶことができます。最近恋愛してる？好きな人ができたの。最近恋人と別れたよ。どちらも返事として正しいということです。皆さんは最近恋愛してますか？わさびニュース。今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。勉強になったと思ったらいいね、チャンネル登録お願いします。一言でも感想、コメントをもらえるとすごく嬉しいです。QA、マシュマロなども気軽に送ってくださいね。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーもバイバイ。